I just gotta check those. No problem. I'm Suda51、グラスホッパーマニュファクチャーという会社で、代表をやって、そしてゲームデザイナーとしてで脚本も書いたりします。そう20年経って振り返ってそうですね、なんかやっぱりずっと走り続けた印象はあって、次の作品次の作品っていうことでもやっぱり10年はすごく節目になっていて、10年単位でいる、やっぱり5年単位ですかね。会社ってやっぱ5年単位で何か大きな節目があって、特にグラスホッパーの場合は、なぜ残れたのか。で今回こうして GDC に来て、 GDC もすごく若返っていて、若い人たちがたくさんいるんですけども、だけど懐かしいメンバーもいたりとかして、懐かしいメンバーに会うとまだ僕らはなんかいいですね、 GDC とかでこうやって顔合わせるっていうことはまだ本当にお互い生き残ってんだよねっていう、そういう話をよくするんですけど、やっぱり理由は走り続けることなのかなという気はします。僕の場合は多分それは作り続けるっていうことだと思うんですけど、一番最初の大きな山というのが花と太陽と雨とというゲームを作って、フラワーサンドリーンですね、こっちでいうと。その後にキラーセブンを作るまでの間にすごく間があったんですけども、その間の2年間というのはすごく大変な時間だったと思います。1年間作ったゲームがあるんですけれども、それがキャンセルされてしまって、その後にいろんな小さいゲームをたくさん作るんですけども、その時がすごく自分がやっぱ社長として本当に動かないと会社がなくなるっていうのを実感した瞬間ですね。Garcian, relax. There's an important message for you. いっぱいありますね。キラーセブンを出してすごく会社が変わりましたね。海外でゲームを出せたっていうことで、グラスホッパーがすごく日本じゃなく海外でも認知されるようになって、そこからノーマンヒーローズという流れというものは、本当に何ていうんですかね、言葉で言うと全力疾走で走りましたね。キラーセブン、ノーマンヒーローズ、この時間はすごく濃くて、だけど本当に早い時間だったと思います。濃厚な時間だったと思いますね。20年の歴史の中でやっぱり作り方どんどん変わっていって、最初はワンチームで僕がディレクターで、全て僕が指示を出して作るっていうスタイルから、2つチームが出来上がるタイミングが出来上がってきて、でそれが3つチーム4つチームっていう時代もすごくありました。ちょうど EA と組んでダムドを作った、シャドウ・オブ・ザ・ダムドを作ったタイミングの時っていうのは、チームが本当に5チームぐらいあって、会社も150人ぐらいスタッフが一番いた時代だったんですけども、その時の作り方から今は、今現在なんですけども、今現在というのはもう初期の頃ですね、僕がディレクターでいてワンチームで直接みんなと会話しながらゲームを作るという、設立当時のスタイルに今戻ってますね。 TSA の目的の一つに、もちろんゲームの完成もそうですし、トラビスの復活もそうなんですけども、それ以上じゃないか、本当同列にあるんですけども、今回はチーム作りっていうものがすごく僕にとって重要なフォーカスすることだったんですよね。まさにその通りで、より強いコアなチームを作りたいなと思っていて、それは本当にたくさんじゃなくて30人から20人から30人ですかね、そのぐらいのコアなチームがまずあって、そこが中心となって毎回毎作ゲームを作るという、固くて強いものにしたいなと思ってます。Congratulations on the book. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. What are some of your favorite parts of the book? 本一番個人的に一番お気に入りのところって。いやー、そうですね。僕の写真ですかね。My photo. Yeah. No. No. そう、これはゲームインフォーマーのカバーアートを撮った時なんですよね。それはすごく嬉しかったですし、思い出深いです。I enjoyed looking through it because there were so many memories, but also games that I didn't know about. Like, what's the game with the frog? フロッグミーツ。いや。そう。これはグラスホッパーで初めて作ったiOS のアプリですね。
まあ本当初期の頃に出して、でもこれはすごく素敵なゲームだったと思います。もう今はちょっと遊べなくなっちゃったんですけど、この森の中を、美しい自然の中を触るとガサガサガサってこうカエルが出てくるんですね。ペコンっていじると、でそこに餌を与えて捕まえる、いろんなカエルを捕まえる、たくさんのカエルを捕まえるゲームです。And that diabolical pitch. いやいや、I saw an interview you did with Archipel 2 years ago where you were at a batting cage. You're a big baseball fan. Was it fun to work on that? そうですね、野球は好きなんですけども、僕バッティングセンターとか打つ方が、打ったり投げたりする方が好きなんですよね。まあ、特に何かチームに入ってやってるわけじゃないんですけども、子供の頃からやっぱ野球はずっと、まあ、親しんできたスポーツなので大好きです。So what's the key reason for you to come to GDC? Is it business? Is it media? Is it networking? Like, why do you come here? まあ全てなんですけども、今回は一番の大きい目的は、今日発表されたんですけども、ファイヤープロレスリングというシリーズ、ファイヤープロレスワールドに僕が25年ぶりにファイヤープロに戻ってくる、参戦するという発表をしました。シナリオとして参加します。今みんなが遊んでるバージョンの DLC の第3弾で、僕が昔書いたストーリーモードがあるんですね。チャンピオンロードというストーリーモードがあって、それの続編にあたるチャンピオンロードビヨンドという新作のシナリオを僕が執筆します。あと初期メンバーに関して言うと、グラスホッパーにはまあどのぐらいだろうな、キラーセブンの時のスタッフはいますね。初期メンバーでいうとグラスホッパーではないんですけども、まあ、グループのガンホグループの中には初期メンバー何人か残ってます。もうグラスホッパーの場合はやはりそこをとにかく規定以上の残業は絶対しちゃいけないっていうところで、とにかく警告も来ますし、働きすぎていたらで僕らがちゃんと面談をしてケアをして、あまり残業しないでね、土日とかちゃんと休んでねっていうふうにちゃんとケアをすることを心がけてますね。まあそれがもうやっぱり会社としてのルールに今なってます。なのでやっぱり心がけてるのは、みんなが楽しくゲームが作れるような開発環境にしたいなと思ってます。やっぱりこのゲーム作ってて楽しいよね、グラスホッパーでゲーム作って楽しいよねって、そういう会社にしたいなと今すごく特に思ってます。